今回はですね、写真を見ながらの制作に取り組んでみました。写真はですね、冬景色の写真ですけれど、これを夏に向かう尾瀬ヶ原というタイトルで描いてみたいと思います。ポイントはですね、構図の取り方と遠近感、そして白抜き液の使い方などを参考にしてください。頑張りましょう。地平線の位置を決めていきます。樹木の底辺を決めていきます。樹木の当たりですね。白抜き液を水代わりに白樺の木の幹を描いていきます。白抜き液を底辺をずらすのがポイントです。樹木の葉っぱを描いていきましょう。塊を意識して描いていくと形がついてきます。木道を描いていきます。
遠近感を意識して筆勢を大事に書きましょう。私物だけを書いていきます。筆の腹を使って濃淡を出します。山裾のところは特に筆の腹を使ってぼかし気味に書きます。中径近径の尾瀬ヶ原を書きます。中径近径の植物の塊を描きます。刷毛を使って尾瀬ヶ原の表現をしますが、肩ぼかしの彫木で大胆に描いてみましょう。
新聞紙で水分を取ります。刷毛の肩ぼかしで空の表現をします。はい、完成です。今回は尾瀬ヶ原を描いてみました。冬景色の尾瀬の写真がありましたので、それを元に描こうと思いますが、夏に向かう時期ですので、そういうイメージで取り組んでみました。写真を見て描く場合ですね、どうしてもそっくり描こうという気持ちが先走って、かなり筆が細かくなると思うんですね。少し写真とは違った表現になった方が個性的な絵になると思いますので、あまり写し取るというようなことをしないように取り組んでください。まず地平線の位置を決め、それから樹木の表現を試みます。白抜き液を水代わりにして墨を偏北法でつけて描いてみました。墨が入ると白さが出てくると思います。次に木道ですね。この木道を省略的な表現で筆の味を生かしながら描きました。やはり遠近感が大事ですので、それを注意してやってみてください。次に尾瀬ヶ原の雑草の表現ですが、まだ完全に生い茂ってない表情ですので、ところどころ雑草のイメージを定着させてみました。次に山ですね。頂上付近には少し残雪がありそうな感じを表現してみました。山が下にならないように控えめな表現ですね。裾野には霧が少し立ち込めているイメージを余白として残しながら描いてみました。最後に単木地上げですね。全体に霧を吹いてから空の表現、そして尾瀬ヶ原の表現を単木で仕上げて完成という形になります。皆さんも頑張って試みてください。